人間は14日間飯を食わなくても生きていけるらしい。14日を超えると話は変わる。今回挑戦するのは1ヶ月。俺は正直舐めていた。生きるってついに1ヶ月サバイバルが始まりましたよ。今回1ヶ月サバイバルに挑戦するということで、見ての通り山奥に来てるんですけども、今時刻が14時、そして本日の最低気温がですね5度ということで、今回本当に一分の余裕もないですね。で、今回一番気をつけなきゃいけないのは低体温症ですね。11月に低体温症？何を言っているんだ。さっきまで上裸でショートを撮影していたこのデブが？しかしその認識こそが最も危険なのだ。低体温症は10度以下で発症リスクがあると言われている。特に夜が危険だ。動かなければ体温はみるみる奪われていく。そして最も危険なのは冷たい地面に寝転ぶ行為だ。冷えた地面はさながら氷同然。分厚い氷のベッドで寝るようなもので、今日はですねある程度散策してどこに何があるのかを確認した上で火起こしをしていきます。で、一応火起こすんですけども、なぜ起こすかっていうのは低体温症で死なないためっていうのがまず一つ。そしてここ普通にねツキノワグマがいるんで、ツキノワグマを追い払うため。一般的にツキノワグマの嗅覚は人間の3000倍と言われており、煙の匂いを嫌がるのだ。しかし人間の煙に慣れた個体はその限りではない。命を守るためには火を起こさなきゃいけないんで、今日はねもうあと 3,4 時間で日が暮れるでしょうから、とにかくね火を起こしていこうと思います。急ぎましょう。とりあえず今からしていくことは仮拠点作りって感じですね。1ヶ月住む拠点はまた別で探していく予定なんですけど、今から平らな場所でかつ川が近くにある場所、この2つの条件を満たした場所を探していきます。それを探すと同時にどこにどんな食べ物があるのか、どこに獣道があるのか、これをね探していきます。よっしゃ行くぜ。とりあえずまず山の中から入ってみようか。もしかしたら山菜とかが生えてるところがあるかもしれないから。杉がね結構植えられてますね。で、これねイノシシが体をこすりつけた跡です。なんでイノシシがねいるはずです。このサバイバル中に取れればね最高なんですけど、どんぐりの木も生えてる。このどんぐりにねイノシシが寄ってきてんのかもね。にしてもこの杉の葉っぱに遮られて、地面の方にはほとんどね光が差し込んでいない状態で、山菜というか草はねほとんど生えてないですね。確認できるのはこういうシダとか、あとはね苔ですね。山菜はなさそうだな。奥まで行ってもずっと杉が続いてるね。さすがに山の中に拠点作るのはやめよう。イノシシの痕跡があまりにもありすぎるし、ツキノワグマが出てくる可能性もあるからね。それにやっぱ日が入ってこないから山の中は寒いね。いやーでも山菜ないの結構厳しいな。うわー、山の中って結構食べ物があると思ってた。ないんだね。秋だからあると思ってたよ。山菜が育つには日光が足りないんだろうね。私ね山の知識はありませんから、ここから散策して知識を仕入れていかないといけないですね。やっぱ南国と違ってそこまで暑くないんで、水がなくてもねある程度活動ができますね。しかも結構ね川の水が綺麗なんだよね。これ目の前にあるのがですね、これね栗の木なんだよ。ここで栗を手に入れることができれば食の問題は早くも解決。しかし実がなっている様子はない。落ちてはいる？これいける？ここにね穴があるでしょ。ここに穴があるっていうことは幼虫が産みつけられて、もうこの栗の中何もないわ。最悪。栗があればさすごい楽なんだけど、栗ないね。結局栗は見つからなかった。ただ悪いことばかりではない。一つ残らず食い荒らされているということは、狩猟すればそいつらを取れるということだ。その証拠に新しい足跡が大量にあった。とにもかくにも狩猟が成功すればタンパク質と脂質には困らなそうだ。マサルにとっては人生初の狩猟だが、果たして取れるのだろうか。そして倉庫を歩いていると、とんでもないものを見つけてしまった。やばい、柿じゃん。ちょっと柿があるんだけど、やばい柿がある。ちょっと待ってよ、もう今回さ柿ゲーじゃね？柿があるんだけど、あの柿の木までどうやって行ったらいいんだろう。でね、私今回マシェットっていうねフィリピンとかで使われてる、雑草を投げ倒す半端ないかっこいい刃物を持ってきてるんですよ。やばくない？かっこよすぎない？これなんかブリーチに出てきそうじゃない？さてこれで柿の元まで行きたいんだけど、さすがにちょっと遠いかな。よし、こいつを試しに切ってみよう。うわ、すげえ。これすごいわ。これエグすぎ。ここ降りれんじゃん。うわ、川綺麗やな。なんかいないのかね？なんもいないな。よし、川渡りですね。鹿が獣道作ってくれてるわ、先に。ここら辺仕掛けるか、鹿だけにな。おもんないな。
そして獣道は途中で途切れていた。うわこれね、何が出てくるかわかんないから実は結構怖かったんだよね。全然切れないんだけど。うわてかこんだけ獣道あったらイノシシといつ出くわしてもおかしくねえな。怖っ。うわ渋柿かな。ちょっと食ってみるか。よし上にあるな。よいしょくそ。よいしょ撮影しながら撮るのむずいな。よいしょくそ。よいしょ取れた。やったー。皆さん初めての果物収穫しました。とりあえず柿はみんな柿が取れたぞ。これが渋柿なのかどうか一応確認しておく。渋ささえなければこのサバイバルの重要な糖質になるが、渋い渋い渋いなるほどね。渋柿ね。なんか細長いやつって渋柿っぽいじゃん。渋柿は皮むいて干せば食べれるんだけど、ちょっとね、獣が食べるか気になるから置いといてみようか。猿かイノシシが食べるんじゃないかな。はい、じゃあね、川沿いで行った方が楽そうなんで、帰りは河原通ってみます。帰りはさ、マシェって役立ちそうだよね。なんか束になってるやつにはね、これ弱いんだよ。束になってないやつ、こういうやつには強いんだよね。ほら、この結構太めの木も刃こぼれ全くせずに切れる。うわあっちとかもなんか行ってみてえな。まあ、柿まで来れるってことは分かった。ほんまに魚おらんな。いや、おるわ。ちっちゃいのがいますわ。ちっちゃい油ハヤがいるね。本当にお腹空いてきたらあれ取ろう。これから1ヶ月間の動画を通してずっと間違えてるんですけど、皮むつでした。こっちが油ハヤみたいです。いや、似すぎ。よいしょ。あ、やっと元の場所に戻ってきたわ。まあ、とりあえず柿が取れるっていうことはもう糖質が取れるんで、この情報はいい収穫ですよ。でもこの辺とか良さそうだな。何がいいかっていうと、粘土質で結構上まである。今回雨よけを木で作るんじゃなくて、土掘るのにね、挑戦してみようと思ってるんで、ここの近くにとりあえず火起こしをしてみましょう。一般的に鍾乳洞や洞窟の中は年中気温が一定である。土質が強固で奥まで掘り進めることができれば、外よりは暖かい拠点が確保できる。やばい、この拠点の目の前に出来たてほやほやのうんこがあるじゃないですか。はい、これ何のうんこでしょう。ちっ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 ち。分かった人。鹿のうんこですね。で、これ多分ね、確実に24時間は経ってない。で、ここに広めの平地があるんですけど、さっき言ってた粘土質の土が一番奥の方にあるんですね。で、ただね、ここね、ロケーションがね、良くなくて、カメラを引いてみると、頭上には木があって火事の可能性があります。上に木がある状態で火を起こすのは非常に危険なので、ちょっと離れた場所でね、火起こしをしていきます。山火事になったらさ、こんな綺麗な山がなくなっちゃいますからね。それは罪が重すぎる。ということで早速かまどを作って火起こしをしていきましょう。ここら辺は上に何もないので、あそこら辺で窯を作ろうと思うんですけど、表面に燃えやすいものがね、ありますから、表面の燃えやすいものを取っていきます。はい、そしたら穴が完成しましたんで、この周りをですね、石をね、置いていきます。石をね、拾って、石を並べていきます。危ねえ。滑りそう。こうやって石集めて、よいしょ。はい、一応ね、簡易的なかまどができたんですけども、こっからね、夜1日分の薪を探していかなきゃいけないんですよね。本当は薪割りとかして安定した火を作りたいんですけども、ちょうどいいちょうどいい。最高最高最高。はい、ということでいきなりね、幸先がよろしいようで、ちょっとね、あそこと話しておきましょうね。これに燃え移ったら最悪だからね。さてさて、探していきましょう。なんか海岸と違ってさ、枯れ地が結構多いからいいね。うわ、また見つけた。最高じゃん。今まで経験したことあるのは海岸のサバイバルのみ。普段はゴミにしか見えないかもしれないが、木は超貴重な存在だった。いいね。でけえ。これ木集めるのは余裕ですね。ただね、入り口のところから集めていくと、だんだんね、奥のやつを取りに行かなきゃいけなくなるんだよね。一旦奥のやつから取りに行こうか。よいしょ。よいしょ。いいね。はい、こんぐらいの枝がね、一番火つきやすいですから。わ、これ最高。これ最高。これは最高。お、詰まってる。うん。いいね。
で、今この辺歩いて薪を拾ってたんですけど、無限にあるんで、とりあえず火をね、起こしていこうと思います。さてさて、火を起こしていきましょう。こちらですね、杉の葉っぱです。で、杉の葉っぱはね、油分を多く含んでますんで、火を起こす際に非常に便利です。じゃあここにね、中を入れていきましょう。さすがにホクチ作った方がいいかな。ホクチ必要かもな。ホクチとは火起こしをする際に着火しやすい素材である。本来なら木を削って作る必要があるが、マサルはそれをめんどくさがっているのだ。ホクチを作るのが非常に面倒なので、ホクチの代用できそうなもの、この辺とか代用できるでしょ。これをこうやってやればもうホクチみたいなもんでしょ。ほら、いいじゃんいいじゃん。さて今から火起こしをしていくんですけども、昔の人ってマッチもライターもない時代にどうやって火起こししてたと思います？火起こしを一回これ木でやったことある人はわかると思うんですけど、あれマジでつかないんだよね。大の大人がやってもなかなかつかんのに、あんなさ全員がつけられるわけがないやん。さてじゃあもう一つの方法ってなんていう話ですけども、まあもったいぶっても仕方ないんで出しましょう。こちらです。火打ち石ですね。はい、こっちが石油っていう物質でして、水晶と同じ成分でできており、なんと鉄を削り取ることができるのだ。削り取られた鉄はコッパみじんとなり、さらに超高温となっているため、空気中の酸素と反応し発火するのだ。こうやってシュッと切ると見える。こんな強い火がつくの。なんで今回この火打ち石を持ってきたかと言いますと、火打ち石ってすごくおめでたいものとして使われてて、今でも使われてるところもあったりするんですけど、平安時代の武士が戦に行く前にこれをバッて打ち鳴らして、それで無事に帰れますようにっていう風に願掛けしたりとか、危険なことに出る時だったりとか、いろんなところでね使われてたらしいんですけど、今回ね1ヶ月無事に帰れますようにということで、1日目開幕に火打ち石最高じゃないっていうことでね、今回火打ち石をね用意していました。頼む、いけ、頼む。くそ、落とした方がいいのか。いけそうなんだけど。その後も試し続けてみるが、一向に火がつく様子はない。経験上つくはずなのだが、なんでつかない。さすがにホクチがないから厳しいな。ちょっとね、俺ホクチになりそうな木見つけてたんだよね。1キロ先ぐらいなんだけど、ダッシュして取ってこようかな。あっちの山まで行かなくてはならない。日が暮れる。なんであの木はここにないんだ。くそ。確かね、この辺に生えてたはずなんだけどな。夜の山怖っ。今からあそこに帰んの怖すぎ。蝶々かよ。あった。もう帰り道わからなかったらどうすんねん。これ南国によう生えてるやつ。マサルが目につけたのはシュロという植物。幹の周りは繊維で覆われており、縄やほうきとして利用されている。果たして火はつくのか。ほら、この毛がさいっぱいあるじゃん。この毛をホクチとして使おうと思ったの。もぎり取る。よいしょ。こんぐらいあればいけるだろう。もう変な仕事がいっぱいする。早く帰ろう。出口わからなくなったらもう終わりやからな。これ精神的にも使えるな。ちょっと一旦カメラ止めてガチで帰る。さて30分ぐらいかけてこの綿毛とパリッパリに乾燥した杉の葉をね持ってきました。これならね火がつくでしょう。もう真っ暗や。なんとか火をつけたい。今日日なしは結構きついぞ。まずはこのワッシャワシャの杉の葉をさらにワシャワシャにします。これは絶対火つくと思う。意外と少ねえな。よし。でこの乾燥したワシャワシャをさらに引きちぎり繊維状にしてここに置く。もうマジでつけたい。いけそう。なんでいけないんだ。火起こし開始から3時間が経過。そろそろ体力的にもきつくなってきた。しかし火を起こさなければ何も始まらない。また表面積を大きくすれば大きくするほど空気が入りやすくなりますから、今石で潰しております。よし、やってみよう。その後も幾度となく試すが一向に火がつく様子はない。体力がある1日目に火を起こせなければ生存の確率は著しく下がる。果たして
残念ながらダメそうですね。火打ち石、さっき説明した通り、鉄を削ってその火花でね、火をつけるんですけども、どんどんね、鉄が削れていってるんで、おそらくこのままやったところでつかなくなって、火打ち石も使えなくなるという状態になりそうなので、一旦打ちやめにします。ちょっと待ってよ、これ、俺の予定が崩れてくるな。なんか竹はないんだけど、笹はあるから、笹でも北地作れるから、一旦枯れてる笹を持ってきて、それで北地を作ってみます。なかなかうまくはいかんもんやな。土地勘がない場所での夜の探索は正直恐怖でしかありません。しかし、火を起こさなければ低体温症、そしてツキノワグマに襲われるリスクが跳ね上がります。泣き言を言ってる余裕はありません。笹な、どっかあったんだよな。あんまり入り込みすぎると帰り道わかんなくなるからね。もう帰り道マジでわかんなくなりそうなんだけど、どうすればいいんだろうこれ。怖っ。そうだ、こうやって自分が通った道を分かるようにしていけばいいんだ。なるほどね。うわ、ここに甘い柿生えてんだ。あ、やばい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 。なんか切られた笹あったんだけど、なんで枯れてないんだよこいつ。これ乾燥してたらな、最高なんだけどな。おそらくあれではつかないので、さらに散策を続けていきます。しばらく歩いてみると、これ枯れた笹じゃん。やばい、あった。これで火が起きるかも。嬉しい。ちょっと待って、みんな、山椒の葉っぱ見つけたわ。でかい葉っぱね、ほとんど香りがなくて、キュッとさ、ちっちゃいやつ、これがね、めっちゃ香り良くて、食べ物ないから。そこに生えていたのは山椒の木。実は香辛料としても有名で、葉っぱにも香りがあり、食事のアクセントに使えるかも。今摘んでも仕方ないしな。今度取りに来よう。もうちょいしっかりした笹が欲しいはある。さっきの笹は若干朽ちており、火がつく可能性は低そうだ。散策を続ける。おー、すげえすげえ。皆さん、これザクロなってんじゃん。そこに生えていたのはザクロ。ここに来てようやく食べれる食材を発見しました。夜歩いた甲斐があったというものです。ほら、ザクロの赤い実が見えるでしょ。昼よりね、涼しいから探索がしやすいな。夜涼しくて歩きやすい。竹1本ぐらい落ちてないの。昔は生えてたらしいんだよ。超絶いい笹落ちてたんだけど、カメラ回すの忘れてた。この笹なら 100% 火起こせる。嬉しい。やっと我々の巣に戻ってきた。じゃーん、いい感じの笹ゲットしました。これでね、北地作っていきましょう。息はするけどむずいな。慣れてきたぞ。あと3倍ぐらいね、用意しましょう。食料も見つけ、気分も上がってきました。あとは火をつけるだけ。多分でもこれでつくと思うんだけど、最小限の労力でいこう。マジでつけ。お願い、頼む。なります。これでつかなければもはやできることはありません。喋ることもなくひたすら火打ち石を切り続けました。なんとか火を起こすことはできるのか。火打ち石の扱いがかなり上手くなってきました。しかしなぜか火がすぐに消えてしまうのです。何回かね、ボワッと火が上がる時はあるんですけど、つかないね。いやーでも縁起物だから諦めたくないんだよね。悔しいな。しかしその後何度チャレンジしても火がつくことはありませんでした。いや、まさかね、こんな夜露が落ちてくるとは思わなかったわ。
そう、マサルが見逃してたのは夜露。ここまで湿気てしまうと、もはや火がつく可能性はない。あとね、想像以上に、火打ち石のさ、鉄の部分、あれがね、消耗が激しい。このままやると、ちょっとまずいね。明日ね、晴れて、12時ぐらいいろんなものがね、乾燥したタイミングでやろうかなと思います。で、どうしてもダメだったら、朝紐でやる。火がないんでね、私は眠ることができなくなりましたということで、今日は徹夜ですな。明日寝よう。めっちゃ怖いんだけど、普通に。なんで怖いかって、ちょっとさっきのやばいもの見つけたから見せるわ。この木なんだけどさ、震えちゃったんだけど。これ何これ。何らかの動物が、これ、引っかいた跡があるんですよ。何なのこれ。やばくない？しかもさ、これ、茶色い液体。これ樹液が垂れてんだよ。樹液が垂れてるっていうことはさ、最近ここに引っかき傷を残した生物がいたってことなんだよ。まだ山初心者だからわかんないけど、ツキノワグマか鹿ぐらいしかこんな跡残せないんですよ。怖くない？これ。何なのこれ。これツキノワグマだったらさ、相当でかいよ。だってこれ、俺の手と同じぐらいか。うん。うわ、怖っ。ということでね、1日目終了でございます。なんとしても明日火をつけましょう。頑張ろう。睡眠は明日昼間取るわ。こういう時でどうするべきなんだろうな。動かなかったら寒いし、座ったりとか寝転んだりとかすると、地面ってさ、めっちゃ熱奪ってくるから寒いんだよね。だから立ってなきゃ寒いんだけど、立ってると疲れるじゃん。どうするのが正解なんだろうね。ということで、1日目は終了や。おー、神よ。この世には神がいるんだ。木はね、比較的体温持っていかれないから、さすがに寝れないとは思うけど、今日はこの上で一晩過ごそうと思います。いや、にしてもありがたい。はい、ということで、なんとか寒いなぁ。うわぁ、背中も最悪や。フローリングで寝るよりも全然きちい。で、さっきからさ、敏感な音声にしないと入らないと思うんだけど、何の動物かわかんないんだけど、キョーンキョ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 ンみたいなのと、キュイキュイみたいな感じの、キュイって鳴いてるのはさっき目撃したから鹿だったんだけど、何キョーンキョ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 ン。この1ヶ月の生活でわかるかもね。うわー、これきついわ。ということで、寝れるだけありがてえ。寝よう。そして1時間後。寝れるとか寝れないとかそういう次元じゃないわ。起きてても体の芯まで冷え切って夜が明けるまでどうしようもないですね。とりあえず何もしようがないんで耐えます。耐えるだけですね。やっと夜が明けてきた。なんとか低体温症は免れたが、夜の寒さを身をもって知ったマサル。果たして2日目どうなるやら。